こんにちは、ペンタロウです。先日爆裂値上げのお話をしたホンダ CBR400R。今回はその E クラッチモデルの実装レビューです。1、E クラッチ。まず E クラッチのフィーリングからいきましょう。変速時のショックは全体的に少ない方です。アップの時は大抵のクイックシフターよりショックは少ないと感じる人が多そうです。CBR400R は電スロではないのでショックを半クラなどで吸収しているらしく、よくある1速から2速のショックも大きくはなく自然な感触です。その分ちょっとぬめっとする不思議な感じになることがあって、この辺は慣れかなと思いますが、おおむね自然で良好なフィーリングです。ダウンも快適で、こちらは普通のクイックシフターと同じ感じです。グリッピングしてうまいことしてくれるのと合わせて回転数制限もないので、クラッチを使うか考える必要もなく気楽に上下できます。極低速コントロールはクラッチを使う方が自在にできますが、クラッチを使わない極低速走行もオートマ系バイクに慣れていれば問題ないと思います。適宜クラッチ併用がいいですね。E クラッチの長所はいざとなるとクラッチを使えることも大きいので、場面場面でやりくりすると手足のように扱えると思います。発進は一足に入れた状態でただスロットルをひねるだけなので楽です。エンストも無縁なのでバイクに慣れていない人は安心感が高いかなと思います。普通に操作していれば急発進などもしにくいので神経を使うこともないでしょう。停止はいろいろやり方があって、止まる前に段階的に1速まで落とす場合はかなり微速になっていないとエンブレが急にかかるので、止まる寸前くらいで1速に落とすと楽です。あとは 2,3 速まで落とした状態で止まってから1速にする手もあります。右足をついて止まる習慣の人はこの方が楽かもしれません。クラッチを使って駆動力を切った状態で止まってから1速にするパターンもありますね。クラッチを使うと E クラッチはキャンセルされますが、止まった状態でも N に一度入れれば E クラッチが有効化されるので、止まった状態で N にすればまた E クラ通常モードで走れます。高いギアから落とさず止まると下げにくいのは普通と同じなので、うっかり6速などでそのまま止まるとクラッチなどを使わないとギアを下げられなくなります。その場合はクラッチやアクセル、リアタイヤの前後など慣れた方法で1速まで下げてください。おおむね簡単なのは半クラにして下げていく方法です。ペダルの反力は3段階で変更できます。ソフトにするほど軽く当たってシフトチェンジできるので楽といえば楽ですが、その分誤操作しやすいので、この辺はペダル位置調整と合わせて好みの設定で良いと思います。車種によって E クラッチ解除設定が可能なものとそうでないものがありますが、 CBR400R はメニューから常時解除が可能です。ただし一度エンジンを切るとリセットされて、始動時はまた E クラッチが有効になっています。いつも無効化するのは面倒なので、普通のマニュアル車として乗りたい人には不向きですね。CBR400R は E クラッチモデルしかなく、ホンダは他のモデルも全部 E クラか DCT になりそうなので、E クラッチが嫌な人はオートマを作る気配がないスズキに駆け込みましょう。2、CBR400R の走行感。CBR400R の走行感ですが、400cc 全般の中ではトルク感がある方です。それでいて無理して速度を抑え込むほどにハイパワーすぎることもなく、扱いが楽で公道を走る上では十分に感じる人が多いと思います。高速なども高めのギアで雑に走ってもなんとかなるので、苦手な場面があまりないですね。そしてとても 400cc クラスとは思えないどっしり感があるので、安心してどこでも走れます。海外では 500cc として販売されている通り、車格はミドルクラスに近く安定感があるので、遠出も疲れにくいです。長距離ツーリングのお供にも良いのではないでしょうか。走行中の振動をそれほど感じないので、そういう意味でも快適です。ハンドルの振動も特に大きく感じることはなく、シートの振動も大きくないので、乗っていて不快感はあまりなさそうです。熱に関してはちょっと暑いくらいで、暑すぎて夏場使い物にならないほどでもないので、地域によるものの頑張れば1年活躍できると思います。排気音がそこそこのぶとくて心地よいです。 400cc2 気筒の中ではかなり低音が効いている方で、この辺もミドルに近い感じがありますね。むしろその辺のミドル全般よりやる気になるくらいのちょうどいい重低音です。よくある180度クランク直列2気筒間のダダダダという感じが薄めで、やや3気筒側に寄ったスムーズ感があって、全体的に価格なりの高級感があります。3、ロングツーリング適正。フルカウルを見ると戦々恐々としがちな乗車姿勢ですが、 CBR400R の前傾率は身長175センチで 31.4%、160センチで 39.1% と、フルカウルバイクにしてはかなり軽めの前傾です。
直立に毛が生えた程度なので、普通のバーハンドルの気分で臨んでも違和感ないくらいです。直立に近い軽い前傾は疲れにくくケツ板にもなりにくい体に優しい夢のポジションで、長距離長時間には一番向いている水準になっています。 CBR400R はシートからステップの垂直距離が500ミリ程度と余裕がある方で、ステップは着座位置の真下に近い位置にあります。500ミリという数値はステップとシートの距離が長い方で、フルカウルバイクにしてはかなり余裕がある寸法です。大きな分類としてはツアラー系と思って良いですね。E クラッチなのでクラッチレバーを使う機会は少ないですが、 E クラッチをオフにしてクラッチを使って走っても軽いので負荷がありません。停止状態でクラッチを切るとレスポンスがなくてビビりますが、クラッチレバーが有効化されている状態では普通の軽いクラッチレスポンスです。 E クラッチモデルに乗っていると実際はクラッチレバーをほぼ触らなくなるので、実質左手の負荷はゼロと思って良いでしょう。 CBR400R は純正オプションでリアキャリアとワンキートップケースがあります。また海外では CBR500R として販売されていますが、その部品も使えるようなので選択肢が広そうです。燃費と航続距離は燃費リッター 28.1kg、 タンク容量17リットル、航続距離 477.7km です。実際はもっと燃費が良い気がするので、いつまでもガソリンが減らないイメージです。航続距離の部分でも有能ツアラー感があります。高速道路走行はおおむね快適で、カウルスクリーンのおかげでそれなりに風をカットしてくれます。車体寸法もトレイルやキャスター角などがクイック旋回寄りではないので、十分に直進安定性があって楽に走れます。現行 400cc の中ではおそらく一番余裕がある水準で、よく比較される同クラスの忍者 400YZF-R3 などとは別物の高級感のある乗り味になっています。4. 操作系など。ギアの対応速度はこの通りです。雑に高いギアでも走れて、そこからそれなりに加速もできるので忙しさはないですね。5. メーターと視界。メーターは5インチのホンダ汎用です。スマホとつないで簡易ナビも表示できて、まず便利なものですが、そろそろ表示部分のデザインをアップデートしてほしいと個人的には思います。ディスプレイの表示はソフトウェアだけでできるので、見やすさ、使いやすさ、おしゃれ感を随時追求していってもらえるととてもありがたいところです。ミラーは特別見やすくもなく特別見づらくもないくらいで、カウルミラーなのでこれくらいかなという水準でしょうか。一回り大きいスズキ GSX-8R などは幅があるのでもっと見やすいです。6. 価格と維持費。車両価格は赤が108万9000円、黒が99万9900円、前のモデルは86万3500円でした。以前別の動画で値上げ率を紹介した通り、赤は 26% 超えのアップです。驚異的な値上げで皆さん口から火を吹いたことでしょう。おかげで安かった前モデルの在庫は一瞬で消滅したと聞きます。販売計画台数も少なくなっていて、特に数を売る気はないよということなので、何かの市場調査的な意味合いがあるのかもしれませんね。エンジンオイルは通常交換時 2.5 リットル、フィルター交換で 2.7 リットルです。特別多くもないですが、ヤマハの 700cc は 2.3 リットルなので 400cc2 気筒にしては多い方です。バッテリーはFTZ8V。ネットで国内メーカー品の最安値を調べると1万5000円から1万6000円くらいの水準です。既存の2019年モデル CB400 スーパーフォアが1万円ちょっとなのと比べるとちょっと高いバッテリーですね。純正品番で探すと税込み3万円近いようで、ホンダドリームで交換をお願いすると3万円以上になってしまうと思われます。ご自分でやると半額くらいになるので、やれる人はその方が節約はできますね。DIY の場合はくれぐれもショートさせないように手順に注意して作業してください。タイヤは120/70、160/60ともに17インチです。このサイズのタイヤは安くはなさそうですね。純正装着銘柄のダンロップ D222W はオープン価格でメーカー希望小売価格がありませんが、ネットの販売価格でフロント3万、リア4万くらいになっています。ショップだともっと高そうなので、純正タイヤにこだわると前後で工賃込み8万から10万コースかもしれません。Amazon でこのサイズを探すとピレリなどで前後合わせて3万円くらい、ショップだともっと高いので工賃合わせて5万円コースくらいが妥当でしょうか。安いものを探すと2万円台もあるので、自分で交換できる猛者は例によって突き詰めれば 2,3 万でどうにかできそうではあります。全体的に CBR400R は 400cc の割にメンテナンスコストがかかる方で、700cc 前後ミドルクラスの一般的水準です。消耗品のレベルは CB1000F とほぼ変わらないので、車両価格と合わせてどうしても割高感が出てしまっていますね。7. スペック。車重は 195kg、結構重い方です。今時の中型感とはちょっと離
離れていて、車重の面でもミドル感があります。他のバイクの車重はフルカウル 900cc の YZF-R9 が 195kg、YZF-R7 が 189kg と同等からやや軽くなっています。同じホンダのモデルでは CB750 ホーネットが 196kg、CBR600WR が 193kg と、やはりミドルたちが同等水準になっていて、軽さを求めていくと重量感でマイナスなイメージを持たれそうです。搭載エンジンは 399cc、最高出力46馬力、最大トルク 38Nm です。参考までに川崎忍者400は48馬力 37Nm ですが、CBR400R の方が発生回転数が低いので普段使いには扱いやすくなっています。車体サイズはこの通りです。大きくもなく小さくもなく、シート高は現代のバイクの中では低めで、かつ先ほどのシートステップ間距離の通りステップ位置も低めなので対応身長幅がかなり広いバイクです。最小回転半径は 2.9 メートル、フルカウルバイクはこんなもんという数値です。特別大きくはないのでそれほど困ることもないと思います。8. E クラッチ搭載バイク。現行 E クラッチ搭載バイクは他にレベル250ファミリーがあります。こちらは E クラッチなしのモデルもありますが、みんな E クラッチを買っていくようです。CB750 ホーネットファミリーも E クラッチが搭載されて、 CBR400R ファミリーと同様に E クラッチモデルのみの販売です。 E クラッチ初代は CB650R ファミリーですが、 E クラッチのおかげで前年の倍くらい売れました。ここから見ても E クラッチの人気がわかりますね。9. 比較。フルカウルバイク各種と比較してみると、 CBR250WR は90万2000円、赤と白は94万500円、前傾やや深めです。快適性より脳内アドレナリンを吹き出させたい人は迷わずこちらへ行きましょう。 YZF-R3 は72万6000円、CBR400R より 3,40 万円くらい安く、車体も軽いので心を軽くしたい人にはおすすめです。忍者40081万4000円、CBR400R より 2,30 万円安いことになります。 E クラッチいらないし安定感より軽量パワフル感が好きという人はこちらの方が向いています。忍者650 107万8000円、 E クラッチはないけれどこちらの方がよりパワフルです。 ETC もついてツアラー全振りなので、 E クラを求めていなくて大型免許を持っているならどう考えてもこちらが幸せです。ただしナビ機能はないのでスマホマウントするか脳内ナビを鍛えてください。 YZF-R7 116万6000円、 CBR400R 赤と大して値段が変わりません。速さが好きな人と前傾大好き変態系の人は多分幸せになれます。 GSX-8R 124万3000円、大型免許があって予算があるなら発進停止でクラッチレバーを使うこと以外ほぼ全てが上位と思って良いと思います。音は CBR400R の方が勇ましいです。10. まとめ。ではまとめです。 CBR400R E クラッチが向いている人は安定感のあるバイクがいい、フルカウルが好きだけど前傾は嫌、万能なバイクを求めている、クラッチレバーが大嫌い、でもオートマは嫌だ、シフトチェンジは左足でやりたいんだ、お金持ち。 CBR400R は一気に 26% の22万円値上がって伝説を刻んだバイクですが、そんな値上げをものともしないメンタルの持ち主と安定した性能を求めている人には刺さるバイクだと思います。価格に見合うかというと、今時点なら大型二輪免許があるなら他にも色々選択肢がありますね。またフルカウルバイクの比較などもやっていくので、よろしければ高評価、チャンネル登録、ハイプをお願いします。ペンタロー LINE スタンプもあります。ラジオチャンネルでバイクの小話90円のメンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。じゃあまたねー。